皆さんお疲れ様です。株分析作業員ののんびりです。本日は視聴者様からのリクエスト銘柄証券コード4528小野薬品工業の点検に入ります。小野薬品といえばがん治療薬のオプジーボで一時代を築いた超名門の製薬会社ですが、最近は株価が少し難聴な展開が続いています。なぜなら製薬会社への投資を考える上で絶対に避けて通れない特許切れという大きな壁が迫っているからです。今日は製薬会社への投資初心者の方にも分かりやすく、特許切れが起こると会社はどうなるのかを解説しつつ、小野薬品がその壁をどう乗り越えようとしているのか、最新の決算やデータから未来の設計図をしっかりチェックしていきますよ。それでは本日も最後までご安全に。まずは初動点検のんびり点検シートです。画面の点検項目をサクッと読み上げていきますね。1、配当利回り 3.0% 以上の基準に対して 3.15% で合格。2、ROE10.0% 以上の基準に対して 6.35% で不合格。3、事後資本比率 50.0% 以上の基準に対して 73.5% で合格。4、配当成功 50.0% 以下の基準に対して 75.1% で不合格。補足として現金 CF 非減配などは減配なし、財務鉄壁で合格です。現場の判定としては稼ぐ効率と配当の余力に少し無理が出ているが、建物の土台である財務はびくともしない堅牢な設計といったところです。今は次のステージへ向かうための踏ん張り時という数字が出ています。次は事業内容の点検、稼ぎの柱と特許切れの基本です。この会社が何で稼いでいるのかを点検します。直近の第3四半期累計の売上収益3970億円から稼ぎの割合を計算してみました。ロイヤリティその他特許使用料などは約 32.5%、1292億円、オプジーボ約 22.5%、892億円、ポシーガ国内は約 18.3%、727億円、海外製品買収したデサイフェラ社分などは約 8.6%、340億円、その他は約 18.1% です。ここで製薬会社への投資初心者の方に向けてとても重要な特許の崖、パテントクリフについて説明しておきます。新薬には特許があり、その期間中は開発した会社が独占して利益を上げることができます。しかし特許が切れると他の会社から同じ成分の安い薬、いわゆるジェネリック医薬品が一斉に発売されます。するとこれまで独占して稼いでいた薬の売り上げが崖から落ちるように一気に半分以下に減ってしまうんです。製薬会社にとってはまさに命取りになりかねない大事件です。小野薬品の稼ぎの柱を見てください。国内のオプジーボとポシーガへの依存度が非常に高いですよね。実はこのポシーガはすでに一部の特許が切れ、2025年12月からジェネリックが参入し始めました。屋台骨のオプジーボも将来的に特許切れが控えています。じゃあ小野薬品は危ないのと思うかもしれませんが、安心してください。小野薬品の強みはオープンイノベーションという姿勢です。自社の研究所に引きこもらず、世界中の最先端のベンチャー企業や大学と協力して新薬の種を見つけてくるのがめちゃくちゃうまいんです。この強みを生かして特許切れの崖から落ちる苗に新しい橋を架ける工事を全力で進めています。続いて業績の軌跡点検、過去5年の推移です。この5年間のトレンドを一言で表すと、順調にタワーを高くしてきたが、今は次の超高層ビルを建てるための足場固め期です。2019年度から2023年度にかけてはオプジーボやフォシーガの大ヒットにより、売上も利益も綺麗な右肩上がりを描いてきました。しかし直近の2024年度2025年3月期で営業利益がガクッと落ち込んでいます。実はこれ本業がダメになったわけではありません。アメリカのデサイフェラ社という有望な新薬の種を持つ企業を約1000億円という巨額で買収したことによる経費や無形資産の償却費が一時的にドカンと乗っかってきたからなんです。経営陣はオプジーボの特許が切れる未来を見越して、今のうちに海外に強力な販売網と新しい稼ぎの柱を手に入れるための未来への巨大な先行投資をしたわけです。この痛みを伴う工事を乗り越えれば、より大きな舞台で稼げるようになります。
次は財務の深掘り点検です。大きな買い物、買収をしたと聞くと、会社の貯金箱は倍丈夫かと心配になりますよね。財務の健康状態を貸借対照表 BS から深掘りしてみましょう。結論から言うと、超がつくほど健康優良児です。会社の自己資本比率は 73.5% を誇ります。建物の基礎が極太の鉄筋コンクリートでできているようなものです。手元にある現金や預金などの現金同等物は約1883億円と潤沢にある一方で、銀行からの借金などにあたる有利子負債は約1244億円にしっかりと抑え込まれています。海外企業を買収するという大勝負に出てもびくともしない体力、現金を日頃からしっかり蓄えていた証拠ですね。続いては還元姿勢の点検、配当と配当成功です。配当金は過去50円から着実に階段を上るように増配してくれています。2026年3月期も1株当たり80円の予想を維持しています。利益に対する配当の割合である配当成功は現在 75.1% と高めに出ています。これは先ほど説明した通り、買収の経費で一時的に利益が圧迫されているため、計算上どうしても高くなってしまうんですね。それでも会社は株主の期待を裏切らないと配当水準をキープしてくれています。この我慢強さは作業員としても非常に好感が持てます。次に直近決算と将来目標です。ここで最新の点検結果である直近の第3四半期決算の裏読みをしていきましょう。売上収益が3970億円、前年同期比プラス 6.0%、本業の稼ぐ力を示すコア営業利益が1163億円、プラス 19.1% と見事な増収増益で着地しました。先ほどお話しした通り、ホシーガは12月からジェネリックが参入し、特許切れの影響が出始めています。会社側も通期でホシーガの売上が前年より96億円大きく減ると予想しています。さらに国内のオプジーボもライバル役との競争激化で前年より68億円の減収となりました。特許切れや競争激化のマイナスがあるのに、なぜ増収増益を維持できるのでしょうか。それは買収したデサイフェラ社が販売する海外製品キンロックが前年から113億円も売り上げを伸ばし、新製品ロンビムザも54億円と順調に立ち上がっているからです。さらにパートナー企業からのオプジーボやキートルーダの海外ロイヤリティ、特許使用料収入も前年から115億円としっかり伸びています。つまり特許切れによる国内の崖を海外製品のダイナミックな成長と安定した特許使用料という新しい柱で見事にカバーしているんです。経営陣の危機管理と先回りの投資がしっかり数字として現れていますね。最後にチャート需給点検です。株価の動きと需給、買い手と売り手のバランスを点検しましょう。現在の株価は2540円付近、直近5営業日は横ばい圏で推移しています。気になるのは信用倍率です。現在信用倍率は 10.08 倍と高水準になっています。現場の言葉で言えば、借金をしてでもこの株を買いたいという人たちの行列が売る人よりも10倍も長く続いている状態です。この行列に並んでいる人たちはいずれ株を売って利益を確定しなければならないため、株価が上がろうとするとやれやれやっと売れると売りが降ってきやすくなります。つまり短期的には上値が重たい、上がりづらい展開が予想されます。それでは結論、のんびりの判定です。小野薬品工業は特許切れの崖を乗り越えるための新タワー建設が順調に進む鉄壁の財務を持つ優良企業と判定します。フォシーガのジェネリック参入やオプジーボの競争激化という逆風はありますが、買収という大きな先行投資によって海外での売り上げという新しい柱が確実に育ってきています。投資戦略としては信用倍率が重いため短期的な株価の急上昇を狙うのは少し分が悪そうです。理想の指し値としては相場全体が崩れた際などに2400円台前半まで落ちてくる場面があれば 3% 台の配当利回りを確保しつつ、数年がかりのグローバル展開という新タワーの完成を見守る長期目線の投資が合う銘柄だと考えます。皆さんはこの銘柄どう思われましたか？ぜひコメント欄で皆さんのご意見お聞かせください。今回の点検が少しでも参考になったという方はぜひいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。皆さんの応援が私の日々の点検作業の励みになります。それでは皆様、本日もご安全に。